ここは時空ガラス博物館。ガラスの向こうでは旧石器時代から現代までの日本を生中継しています。ごゆっくりお楽しみください。今から約3万年以上前、海面が今より100メートル以上低く、日本は大陸とほぼ陸続きに近い環境でした。これが人々の渡来のきっかけとされています。彼らが手にしているのは石を打ち砕いて作った打製石器。道具はそれだけです。相手はナウマンゾウやオオツノジカといった大きな動物。体格差は圧倒的ですが、人間は知恵と連携で立ち向かいました。住む場所は決まっていません。獲物を追って移動し、洞窟やテントで眠る生活。頼りになるのは火だけです。群馬県の岩宿遺跡では、この時代の石器が関東ローム層の中から発見され、日本にも旧石器時代が存在したことが初めて証明されました。極寒の中、火と石器だけで何万年も生き抜いた人々。しかしやがて地球の気候に大きな変化が訪れます。それがこの国の姿を根本から変えることになりました。氷河期が終わり、温暖な気候が訪れると、日本は海に囲まれた島国になりました。四季が巡り、森は豊かに茂ります。狩りの道具も進化しました。弓矢の登場です。動物の骨や角で作った骨格器を使った漁も始まります。森だけでなく、川や海の恵みも暮らしを支えるようになりました。食べ終わった貝殻や骨が積もった場所は貝塚として残りました。明治時代、アメリカ人のモースが東京大森で発見した大森貝塚が有名です。そしてこの時代、大きな発明が生まれます。縄文土器です。表面に縄を転がしてつけた模様が特徴で、直接火にかけられるよう厚手に作られています。これで悪の強い木の実も煮て食べられるようになりました。地面を掘り下げて柱を立てた竪穴住居に定住し、村を形成する。青森県の三内丸山遺跡では、約1700年にわたって人々が暮らし続けた痕跡が見つかっています。黒曜石や翡翠など産地が限られた貴重な素材が数百キロ離れた場所まで運ばれていました。遠くの村との交易です。土偶を作り、豊穣や安産などを願ったと考えられています。目に見えない力を信じ、自然と共に生きた人々の精神世界がここにあります。亡くなった人は手足を折り曲げて葬る屈葬で埋葬されました。死者の魂が戻ってこないようにするためとも言われています。しかし大陸からあるものが伝わったことで、この穏やかな暮らしは大きく変わり始めます。大陸から伝わったあるもの、それは米。正確には水田で稲を育てる技術、水耕農耕です。収穫には石包丁が使われました。刃を穂に当て、一本ずつ丁寧に穂先を刈り取ります。土を耕すのは木で作った桑や臼です。自然の恵みを待つだけの暮らしから、自ら食料を生み出す暮らしへ、人間の生き方を変える大転換でした。収穫した米は高床倉庫に蓄えます。地面から高く離すことで湿気を防ぎ、柱に取り付けた板でネズミの侵入を防ぐ。食料を貯蔵するという発想がここに生まれました。土器も変わりました。薄く硬く実用的な弥生土器の登場です。米を貯める壺、煮炊きする亀、食べ物を盛る高槻、用途ごとに作り分けられました。ところが米を蓄えられるようになったことで、人間はある問題に直面します。この頃、大陸から金属器も伝わります。まずは鉄。硬く鋭い刃を持ち、
農具や武器として実用的に使われました。一方、聖堂で作られた銅鐸や銅剣は祭りや祈りの場面と結びついて語られます。実用の鉄、祭祀の聖堂、そんな役割の分かれ方が見られるのも弥生時代の特徴です。米を多く蓄えたものとそうでないもの、ここに貧富の差が生まれます。富が集中し、人々の間に明確な格差が広がり始めました。そして富をめぐる争いが始まりました。米、水、土地、生きるために必要なものが奪い合いの対象になったのです。人々は村の周囲に深い堀を巡らせ、物見櫓を立てて敵に備えます。佐賀県の吉野ヶ里遺跡はこうした環濠集落の代表例です。争いを勝ち抜いた者が王となり、複数の村が一つにまとまって国と呼ばれる小さな国が生まれます。王は大きな墳丘墓に手足を伸ばした新天葬で葬られるようになりました。縄文時代の屈葬とは全く違う葬り方です。死に方にまで身分が現れる社会が出来上がりました。では、この時代の日本は外の世界からどう見えていたのでしょうか。この時代、日本にはまだ文字がありませんでした。しかし海の向こうの中国がこの国のことを書き残していました。1世紀の歴史書「漢書地理史」には海の向こうに100余りの国があると記されています。日本が初めて文字で歴史に刻まれた瞬間です。紀元57年、倭国の王が後漢の皇帝皇武帝に使いを送りました。後漢書東夷伝には倭国の王が皇帝から印字を受けたと記されています。これが有名な金印だと考えられており、印に刻まれた文字は漢の和の名の国王と読まれています。驚くべきことに、この金印の実物は約1700年後の江戸時代、福岡県の鹿の島で農民によって偶然発見されました。文字を持たない島国が大陸の帝国の歴史にその名を刻まれ始めた。ここから先、日本と中国の関係はさらに深くなっていきます。そしてその中心に立つのが一人の女性でした。3世紀、長く続いた争いの果てに小国をまとめた国が生まれました。邪馬台国。そしてその国を治めたのが女王卑弥呼です。中国の歴史書「魏志倭人伝」は彼女をこう記しています。軌道に仕え、よく衆を惑わすと。軌道とは占いや呪術のこと。目に見えない力で人心をまとめ、国を率いたのです。239年、卑弥呼は魏に使者を送りました。魏の朝廷は卑弥呼に真偽倭王の称号と金印、そして多数の銅鏡などを授けます。国内は呪術でまとめ、国外は魏から公式に認められる、統治と外交を両立させた指導者でもありました。この国には大臣と下戸という厳しい身分の区別がありました。魏志倭人伝によれば、下戸は大臣と道で出会うと草むらに退いて道を譲ったとあります。弥生時代に芽生えた身分の差はもはや社会の仕組みとして完全に定着していました。ご視聴ありがとうございました。今回は旧石器時代から卑弥呼の時代までをお届けしました。この博物館を気に入られたら、ぜひいいねとチャンネル登録とハイプをお願いします。
いつも心から応援ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。また会いましょう。バイバーイ。